こんにちは、MD ジャックです。外に出る機会が減ると季節感を失います。先日、ジャンバーを着て歩いていたら、前の人が半袖1枚でした。まあ、それもちょっと極端じゃないのって思いましたけどね。ご視聴ありがとうございます。愛です。早咲きの桜を撮ってはインスタに上げています。ジャックさん、今回の TRN っていうメーカーは愛は初めてです。そういえば久しぶりだね。で、愛ちゃんこないだ BT20S プロ買ったじゃん。ああ、そういえば。イヤホンじゃないから忘れてました。まあ仕方ないか。愛ちゃん天然だし。これは有線モデルですよね。なんだか形が変ですよ。まあ愛ちゃんから見れば変かもしれないけど、こういうのもあるの。いきなり変とか言わないの。はい。で、今回なんでこれなんですか？ニューモデルだからということと、やっぱり気になったからだね。この動画の制作に入った直後に TRN-TA1、KZ-ZSTX、T-Hi-Fi-T3 が気になるというコメントをいただいて、価格帯は違うんだけど、どれも 1BA プラス 1DD のハイブリッドモデルなので、その観点で聞き比べたいよねってことで。T3 は残念ながら手元になく、すでに TRN-M10 との比較で動画制作が進んでいたんで、ZSTX を追加したんだよ。T3 はいいきっかけだと思って注文したので、後日レビューします。今回はいろいろ大変だったみたいですね。先に皆様にお伝えしておいた方がいいんじゃないですか？そうだね、そうしましょう。今回は音質比較動画が2つになってしまったのと、イヤーピースについて分かってきたことをお伝えしたいので、動画を2つに分けました。2つの動画をご覧いただくことで TA1 についての印象の変化をお伝えしています。1本目と2本目でお伝えする内容に変化がありますが、その鍵はイヤーピースにありますので、順を追ってお話ししていきます。聞き比べ用モデルの詳細については、リストをご覧いただく程度にしておきます。相違点のポイントを赤枠で囲いました。ハウジング素材、そこから来る重さ、ダイナミックドライバーの口径の違いあたりが目につきました。TRN でこういう外観のモデルって今までなかったような気がします。金属ハウジングって流行りなのかななんて思いつつ、なんかメカメカしくて好印象です。音収録の際、TA1 だと思って撮り終わってみたら、T-Hi-Fi の T4 でした。リアルタイム波形を見ていて、なんかおかしいなと思ってはいたんですが、最近 T4 は音質比較動画制作時のモニターとして使用していて、手元にあったから間違えたんですよね。あ、もちろん撮り直しましたよ。ご心配なく。ノールズ33518という BA は多分初めて聞くことになると思います。ギラギラしてなければいいんですが。これちょっと装着しづらいですかね。慣れないと片手で装着が難しそうだな。T の字の向きを写真のようにしてから指を添えると片手で簡単に装着できるよ。あ、できました。分かってしまえば簡単ですね。そうだね。さて、次は音質に行ってみましょう。まずは音質比較動画です。いつものように曲に合わせて愛ちゃんが聞くポイントをガイドしています。いかがでしたか？ここからはいつものように波形を見ながらお話しします。M10 の TA1 との違いは、2から 5kHz あたりが TA1 と比べて明らかに引っ込む感じでちょっと物足りない。広域はここで長寿量を合わせていて、ドンシャリのドンに対して線の細いシャリという感じ。
だいぶ前にレビュー動画を上げた時にはあまり感じなかった線の細さから来る薄味なチューニングという印象。 ZSTX は TA1 と比較すると音の濃さ、派手さという表現が適切かどうかちょっと自信ありませんが、やはりドンシャリ傾向だと感じますね。低域に負けない高域を作ろうとするとこういうチューニング傾向になるみたいです。 6kHz 付近が減衰すればすっきりした線の細めな高域になり、減衰しなければ鮮やかで派手めな印象になります。 TA1 は中域、中高域が特徴。高域のチューニングからちょっとぼやけた感じに聞こえました。エイジングは150時間しています。シンバルやドラムの川鳴り、ボーカルの息遣いなどの生々しさは前面には出てこないので派手さは感じませんが、この帯域が後方へ下がることで聞こえやすくなる帯域があるので、しばらく聴いていると落ち着いた響き方が耳に馴染んできて、別に高域がこのくらいでもいいかなと思います。 6kHz 付近の減衰ポイントが極端なため、高低のレベル差が 14dB と結構あり、 TA1 の特徴と言える？いつもならここでまとめに入っていきますよね。買いなのかとか。そう。でも TA1 の 6kHz 付近の減衰ポイントの極端さがなんか気になって、イヤーピースを付け替えて聞いてみたら印象が大きく変化したので、いつもならお好みイヤーピースで調整してみてくださいで終わるんだけど、今回はちょっと深掘りしてみたくなったんだよね。いつか医薬特集やろうと思っていたんでしょ。そうだね。なので今回どこまでやれるかわからないけど、手持ちのイヤピで色々やってみました。材料は一応揃えましたが、編集はこれからでちょっと時間がかかりそうで、次の動画は2日後ぐらいを予定しています。TA1 の結論を一旦保留にしますので、お待たせしてしまいますが、ぜひ次回もご覧いただければと思います。愛ちゃんはよく聞いておいてね。はい。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。